どうも、たけしです。質問来てました。ヘアケアのルーティンを見せてほしいということなんですけど、そんなルーティンって言えるほど別に大それたことしてなくて、でも一応髪の毛には気を使っています。画角に入らないぐらいのこのロングヘアなので、髪の毛のケアをちょっと怠ったら大変なことになっちゃうんですね。なので、ちょっと僕のやってることを紹介できればなって思います。で、僕ブログやってるんですけど、そこでねヘアケアについて書いてる記事があるんですね、いくつか。でそれのアクセス数がすごい異常で、累計1万ぐらいあるんですよ。で、それは一応メンズ用に書いたというか、髪の毛伸ばしたい人はこうやって伸ばしたら綺麗にできるよっていうのを書いたんですけど、正直そんなにアクセス集めると思ってなくて、それが意外すぎてちょっとびっくりしました。僕のヘアケアが誰かの需要になってるんやなと思って。でやってることの紹介なんですが、まず僕はそのヘアケアって言ってもお風呂の前後ぐらいなんですよ、正直一日の中でやってるのは。まずお風呂入る前にブラシ、これはもう必ずです。髪の毛って一日活動したらどうしてもホコリがついてるんですね、表面に。なのでそれをあらかじめブラシで落としておくっていうのが大事で、あと髪の毛って1日に抜ける本数も自分が思ってる以上に結構あって、でそれをあらかじめシャンプーの前にブラッシングで取り除くっていうのもあります。あと、毛が絡まってる時に無理やりシャンプーすると毛が切れたり、あと抜けてしまったりするので、それもブラッシングであらかじめほどかせるというか解消させるっていう意味合いでも、お風呂入る前のブラッシングは本当に大事です。でお風呂に入って髪の毛洗うんですけど、初めのすすぎは入念にっていうのがポイントです。とにかく初めの段階ですごい皮脂を落としておくことで、その後のシャンプーの泡立ちもいいし、無駄に量を使わなくてよくなるので、初めのすすぎは本当にしっかりやるように徹底してください。で、シャンプーなんですが、僕はシャンプーを2回に分けてます。っていうのも、シャンプーを1回だけで泡立たせるって結構難しいと思うんですよ。多分皆さん経験あると思うんですけど、なかなか泡立たんかったりするじゃないですか。泡立たせるために結構量使ったり、そういうのあると思うんですけど、2回に分けることでその使う量も減らせるし、簡単に泡立たせれるっていう、利点があります。で、1回目のシャンプーは、ワンプッシュぐらいで、本当に頭皮を洗うっていう感じで、わーってやっていくんですけど、多分あんまり泡立たないと思います。でもとりあえずわーって洗って洗い流してください。で、2回目の時に 0.5 プッシュでもう一回洗うだけで、もうめっちゃ泡立ちは良くなります。でモコモコモコって泡立たせて、それを毛先の方につけるようにしたらすごく毛先の汚れも落とせて綺麗になるっていう感じです。でその泡を全部洗い流して、次はトリートメントです。で、僕はトリートメントも2回に分けてます。まず、毛先につけて、で次はこの頭頂部とか、上部につけてます。でこの時に、頭皮につけるとあんまり良くないので、頭皮につかない程度の位置でトリートメントをしています。でその後は時間を置きたいので、僕は洗顔してトリートメントは洗い流してます。その時のすすぎも入念にしてください。もうほんとじっくり時間かけて丁寧にするのがポイントです。僕は本当にもう髪の毛ひっくり返すぐらいちゃんと洗い流してます。それが本当老け防止にもなるので、特に夏場とかはマストです。で、僕は週 2,3 回このトリートメントの代わりにヘアパック、ヘアマスクをする時もあります。でそれは特別なトリートメントって思ってもらったらいいです。より髪の毛をリペアしてくれる成分が入ってるのがヘアパック、ヘアマスクなので、毎日使う必要はなくて、本当2日に1回、3日に1回ぐらいのペースでいいので、それを使うようにしてたら本当に指通りも変わるし、あとツヤ感も本当に変わります。僕は結構それをやりだしてから
髪の毛が健康的になってきたイメージがあるので本当におすすめです。でお風呂が終わったら、乾かすっていう、作業になるんですけど、しっかりタオルドライして、でドライヤー使う前に僕はヘアオイルを髪の毛につけてます。でヘアオイルをつけたら全体に行き渡らせたいので、まんべんなくまたブラシでブラッシングしてます。その後にドライヤー使うんですけど、乾かし方が基本的に、頭皮を乾かすっていうイメージでドライヤーを当ててます。髪の毛直接とか、毛先を乾かすみたいな感じでやってしまいがちなんですけど、それって結構髪の毛に悪くて、っていうのも毛先って本当に自然に乾いていくみたいな、頭皮をわーって乾かしてたら自然に毛先に向かって乾いていくので、そうなると余計にさっき毛先を乾かしてでまた頭皮乾かすってなったら、乾いてるところに余計に熱を与えるっていうのが本当にダメで、よりそれがそのパサパサの原因にもなったりします。なので僕はさっき頭皮をわーって乾かして、でちょっと毛先とか毛のこの真ん中ら辺とかが濡れてたらドライヤー当てて乾かすっていう感じです。でそれも、ずっとホットの風を当ててるんじゃなくて、ホットとクールを切り替えて交互に当てるようにしてます。でそのホットっていうのが髪の毛のツヤ感を出すキューティクルっていうのを開かしてしまうイメージ。キューティクルが開いてるとツヤ感がなくなっちゃうんですね。なのでそのクールで開いてしまってキューティクルを閉じる意味合いがあるので、冷たい風を当てるのは本当に必須です。時間はそうですね、感覚としたら15秒15秒ずつぐらいですかね、僕の体感では。で髪の毛乾かしたら、あとはヘアオイルまた少量つけてブラッシングしておしまいです。だいたいそんな感じですね。あと僕が実際使ってるアイテムを紹介します。でまずブラシはもうタングルティーザー一択。もうこれは本当にいいです、マジで。硬さは多分これはノーマルなやつだと思います。タングルティーザーのめちゃくちゃスタンダードなモデル。とにかくね、髪の毛が絡まないんですよね。もう本当に髪の毛長い方はブラシ通してもらったら分かると思うんですけど、トップから下に下げたら絶対に引っかかるじゃないですか。で毛先の方でブチブチみたいながあると思うんですけど、これはマジでそれがないんですよ。僕は本当それにびっくりして、以前使ってたブラシも別に安もんじゃなかったんですけど、それ以上にタングルティーザーの性能が良くて、とにかく毛が引っかからないっていうのが最高なポイントです。毛が引っかかってそのままブチって切れてしまうのがスカスカの原因にもなったりするので、本当にもし持ってないのであればもう今すぐ購入していただくのをおすすめします。次シャンプートリートメントはモレモを使ってます。モレモのシャンプーと、トリートメントで、これはもともと僕ヘアオイルをモレモのやつを使ってたんですね。ヘアケアしたすぎてへこんでるんですけど、ストックもあります。でこれは僕にすごく合ってて、っていうのもすごいドライヘアで癖っ気なんですよ僕は。なのでヘアミルクを使ってた時期もあったんですけど、それだともう本当にもう意味がないっていう状態で、ヘアミルクをつけた瞬間にそれが全部なくなってるみたいな、もうパサパサに全部取られて何の意味もないっていう状態だったんですね。でいろいろ探してたら、ヘアオイルっていうのあるんやっていうのを気づいて、で、そこから使ってるっていう感じです。なので本当にドライ気味な髪質の人は本当におすすめです。で、これをずっと使ってたから、じゃあシャンプートリートメントも使ってみようっていうので使い始めました。でこれも全然調子いいです本当に。で以前はボタニスト使ってたんですね。であれも本当に良かったんですけど、韓国引っ越してきてずっとモレモ使ってて、でモレモって韓国のブランドやし、揃えてていいかなっていうので、ただその理由だけで買いました。でヘアパックとヘアマスクなんですけど、ヘアパックはこのミジャンセンのこれ使ってます。サロン10で、これは結構容量あるけど安いっていうので、もう全然ガシガシ
使える、もう心置きなく使えるんでめちゃくちゃ重宝してます。でヘアマスクなんですけど、僕は以前メディヒールの以前はメディヒールの羊の絵描いたヘアシープスチームパックを使ってました。あれってキャップ型になってて、その中にヘアパックが入ってるみたいな感じなんですね。でこうキャップ型にすることでシャンプー後のこの熱とかもそこでこうスチームされて髪の毛がほんとツヤツヤになるっていうアイテムなんですね。で、なんで使うのをやめたかっていうと、別にやめたわけじゃなくて、ただなんか手に入らなくなったんですよ。韓国でクーパンっていう楽天みたいなサイトがあるんですけど、そこで取り扱いなくなってて、いつの間にかで、なんか今はないのかなっていう、なんか製造中止したんっていう感じで、なんかよくわかんないんですけど、とにかく、手に入らなくなったんで変えたっていう感じです。このミジャンセンのこっちに。僕は自分なりにいろいろ試して今自分に合ったと思うアイテムを揃えたっていう感じなんで、一概にこれが全員の人に当てはまるっていうわけではないと思うんですけど、結構ドライ気味な人にはこの僕の使ってるアイテムはすごくフィットすると思います。そうですね、僕が伝えれるのはこんな感じですかね。とにかく髪の毛ですごく印象も変わるので、ヘアケア難民の人はぜひ参考にしていただきたいと思います。では。